気をつけ礼。皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントの S 君です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、髪型の描き方について説明したいと思います。はーい。中でも女の子のポニーテールとツインテールの描き方を今日は説明します。はいはい。男の人なんかはね、自分でねヘアアレンジなんかやらないと思うので、なかなかわからないと思うんで、よかったら参考にしてみてください。はーい。では早速説明していきましょう。お願いします。はい。ではこの画面で説明していきます。はい。まずね、ポニーテールとツインテールの違いを説明するために、2人の女の子の顔を描いてあります。はいはい。じゃあここにね、ざっくり説明していきますね。お願いします。まずは前髪を描きます。前髪はお好みで大丈夫です。好きな前髪をね、描いてください。じゃあ私はまずね、こっちの子はね、普通のパッツン前髪にします。はーい。で、この時前髪を描くコツなんですけども、だいたい生え際がこの辺にね、この辺にあるとイメージしてもらって、その辺からこう、毛が出てるような丸みを帯びて描いてあげるとね、可愛く描けます。はいはい。ここのもみあげっていうのかな、毛はね、自由です。結構アニメ系とかだとここがすごい長かったりとかね、しますよね。こうやってね、出してあげたりしても可愛いし、もちろん好みで何も描かなくても大丈夫です。じゃあこっちのこの前髪は、S 君どういう前髪がいいですか？じゃあパッツン来たから、横流しで。はい。じゃあ斜めに横流しにします。同じようにだいたいこの辺のイメージでこう丸みを帯びて前髪描いてあげてください。じゃあこっちの子はあえてもみあげはない感じにしましょうか。はい。はい。じゃあ今こういう感じで前髪が描けました。はい。じゃあポニーテールのこの方のね、まず説明ですけど、ポニーテールは正面から見たときはよっぽど高い位置で結んでない限りは、髪の毛の結んでるところは正面からだと出ません。なので、全体的にこう頭の形通りね、丸くまず線を取ってあげれば OK です。この時、ただ結んでいる位置をね、ちょっと想像してみてください。横向きの方を書いてみますけど、で、こういう感じになるんだけど、どうしようかな。この子は、この高い位置で結んでるイメージでいきましょう。そうすると、結び目はだいたいここら辺にあると思うから、そこら辺のイメージで毛の流れをね、後ろに向かって描いてあげてください。なるほどね。この時も頭の形は丸いから、こういう曲線に沿って毛の流れを描くことを忘れないであげてください。で、後ろの方の毛、この子の髪の毛の長さにもよるけど、やっぱ少し見えてた方が可愛いと思うから、そこからちょっとだけ出てる髪の毛を描いてあげてください。これがポニーテール。じゃあツインテールの方いきます。ツインテールも同じで、結び目の位置をまずね、決めましょう。こういう高い位置で結んでいるのか、こういう低い位置で結んでいるのかによって、毛の流れが変わります。今回は2人ともこの子の高さと合わせてこの子もこれぐらいにしましょうかね。そしたらまずさっきと一緒で丸みを帯びた頭に合わせて描いてあげて、ここに結び目の位置にゴム描きます。で、ツインテールでから出てる髪の毛を描きます。長さはもちろんお好みで大丈夫です。それでここの結び目に向かってまた曲線を帯びるように髪の毛の流れを描いてあげてください。なるほどね。そう。で、お好みなんですけども、後ろからこうやって見えてる、こう、後ろの毛を描いてあげても可愛いし、こうやって襟足から毛がね、こうやってちょっと垂れてても可愛いです。この辺はお好みで、この結び具合によってね、きっちり結んでるか、ゆったり結んでるかによって、この辺のたるみ方は変わってくるので、それはお好みで調整してみてください。はい、じゃあ次は横から見た向きで、ポニーテールとツインテールね、説明していきます。はい。高さはさっきと同じ位置にしますね。じゃあまずポニーテールから描いていきます。で、前髪の取る位置なんですけども、この耳からこう点々と上に上げてって、だいたい耳の真上ぐらいかな。ちょっと前でもいいんだけど、ぐらいまでね、前髪取ってあげた方が今っぽいし可愛いです。なるほどね。で、もみあげがあるんだったらこういう感じでね、
もみあげの毛を描いて、この辺がね、結び目だったら、今度はポニーテール、結び目がはっきり見えてきますので、ゴムがあって、この結び目に向かって、髪の毛の流れを描いてあげてください。これは結ぶ位置によってね、この毛の流れはそれぞれ結び目に向かって収束していくような感じでやってね。ツインテールの方は今度、奥側の見えない方の毛束は見えなくなるので、見えてる面が今度真正面に来ます、結び目が。だいたい頭の形を意識してあげて、ここにね、結び目が来ます。なので、ここからこういう風に、こういう形で描いてあげてください。で、普通だったら、奥側の同じ位置にこの髪の毛があるから、向こうの髪の毛の毛束っていうのは見えないか、こっち側からちょっと見えてるからなんですけども、絵的にはね、ちょっと可愛くしたいなっていうのがあれば、この辺からちょっとこっちにこうやって出してあげても、なるほど。ありかなと私は思います。ちょっと奥まってる感じ出してあげればね、なんかこっちの方が可愛いかなっていう気はします。はい、という感じで応用で斜め向きの髪の毛も描いてみました。ポニーテールの場合は、角度にもよるけど、基本的には結び目は見えません。だけど、毛束はもう見えてきます。ツインテールの場合は、こっち側の結び目は見えるけど、奥側は見えないけど、横側の時よりはこっちの奥の毛が見えてくる。そういうイメージでね、描いたらいいと思います。髪の毛を結んでいる時は、頭の丸さに合わせて球体なので、頭ね。その球体に合わせてこう髪の毛の流れを描いてあげると自然に可愛く描けると思います。はい。最後にね、髪の毛の結び目にどういうような、飾りみたいのがあるかを説明したいと思います。はい。女の子はね、みんなわかってると思うんですけど、男の人っていうのはこういうのわからないかなと思ったので説明しておきます。確かにね。まずこれはね、ゴムです。簡単、イメージはこういうゴムがあって、ここにこう細かいね、飾りがついています。そういうのは自分で好きなデザインをね、考えてみてください。で、これはね、シュシュ。シュシュって言ってゴムの周りに布が巻きつけてあって、それをクシュクシュクシュっとしたような形のもので、結び目にね、つけてあげるとだいぶここが華やかになります。でこれはちょっとわかりづらいんですけど、髪の毛をくるくるとこう巻きつけてます、結び目に。こう、一束こうね、結んでるとこから毛を取って、くるくる巻きつけてピンで留めてね、こういう形になってます。で、これは細いリボン。こういうのもすごい可愛いかなと思います。で、これはね、バンダナとかです。バンダナとかを巻いて結んでリボン風にしたりしてます。割とアニメとかではね、よく見る表現かなと思うので、ぜひ皆さんもね、自分のキャラクターの子たちに、こういう可愛いね、ヘアアレンジをしてあげてください。はい、以上で髪の毛の描き方講座は終わりです。ありがとうございました。みんなもよかったら自分のキャラクターに可愛い髪型させてみてください。はーい。このチャンネルではですね、他にも漫画やイラストの描き方、他にも S 君とね、いろいろ描いてみた動画なんかも上げてますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。他にわかんないことがあったらお気軽にコメント欄で教えてください。よかったら高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と S 君でした。気をつけ礼。ありがとうございました。ありがとうございました。